本物を感じろ。画面越しでは感じられない素晴らしい世界が待っている。僕が本物を探しに選んだのは大山隠岐国立公園。鳥取、島根、岡山の3県にまたがる国立公園。1936年に国立公園に指定された。山も海もあって自然も文化も豊かだって聞いた。これだけ多くの本物に出会える場所は僕にとって最高な旅になると思う。おはようございます。おはようございます。今日ガイドします。車と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ネットでいろいろ調べてきたんですけど、写真や動画だけじゃわからないことばかりで、今日は自分の足で歩いて自然を感じたいなって思ってます。素晴らしいですね。はい。で今日ね、登ってもらう山はあちらの大山です。高いですね。ね、ちょっとここから見るとまだ上まで行くのってすごい信じられないかもしれませんが、ゆっくりとしたペースでいろんな自然を楽しみながら行きますんで、はい、大丈夫だと思います。はい。はい。で、大山は標高が1709メートルが山頂です。はい。はい。この辺りがだいたい750ですから、約800線、1キロ登るような感じで、歩く距離が3キロぐらいです。これをゆっくりと3時間ぐらいかけていきますんで、はい、絶対大丈夫だと思います。はい。頑張ります。はい。一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。初めての登山なんで、大山寺に参拝してから行きましょう。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。よし。よし。パワーを使いすぎないですね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。大山寺の住職の清水さん。よろしくお願いします。ようこそお越しいただきました。今日は初めての登山。そうです。これからじゃあ上の方に。ちょっと緊張してますが。今から約1300年ほど前にこの大山寺が開かれまして、で山そのものをご神体あるいは神様、仏様として考えてましたね。昔は勝手に山に登ることができなかったんですね。そうなんですね。ですので昔からそのままの手つかずの自然が残っている山でして、大山から流れてくる水とか、それから空気とか風とかいろんなものによって、この下の作物とかあるいは海産物までが非常にうまく整ってまして、いろんなものが豊富にできるんですね。そういう恩恵がありますので、昔から大山の山を大山山、大山山って、さん付けで呼ぶんですね。呼び捨てしないんですね、この辺りでは。昔の人たちも朝起きると、まず大山に向かって手を合わせて、大山さん、今日も一日よろしく。夜帰ってくるとまた大先生ありがとうございましたってそういうような風習が残っていましたね。非常に神聖な山といいますか、ねいろんな人に恵みを与えてくれる整える山ですので、ぜひ登って楽しんでいただければと思います。お気をつけていってらっしゃいませ。ありがとうございます。ディオス。さあ、ちょっと登る前にですね、はい、こちらに寄りましょう。ここにいろいろ石がありますけども、はい、ちょっとね、この石1個を持って上がりたいと思います。山頂にですか？そうですね。それなんでなんですか？それはまた山頂でお話しますんで、まずは持って上がりましょう。楽しみ、じゃあ。はい。どれでもいいです。自分の負担にならないぐらいの大きさの石で、お気に入りの石を、はい。これですね。大きいの来ましたね。僕はこのぐらいで。はい。じゃあこれを持っていきたいと思います。ありがとうございます。なんとなくこれが光って見えました。なるほど。いや、でも出会いですよ。さあ、ここ
こから登山道になります。ここからですか。はい、ここ登っていきましょう。はい。さあ今もうだいぶ森の中に入ってきたんですけど、はい。植物とか詳しいですか？いや、全然詳しくないです。こう緑の世界って本当に森の中入ると緑一色で、緑がいっぱいだなってよく思われるんですけど、はい。実はね、やっぱりそれぞれ緑にも名前があったりとか、はい。例えばここにある植物なんかは、この上の濃いピンクとはい。下はちょっと白っぽくなりますよね。はいはいはっていうこの見た目から名前がついた植物で、い。へえ。祝儀袋とかがあるじゃないですか。祝儀袋。結婚式とか、はいはいはいあれはい。赤と白の線がありますよね。はいはいはい。あれは水引というんですよ。これも細くて赤と白に見えることから水引草っていう名前なんですね。でこういった道のそばにある花っていうのは、すべてね、こうくっつくことで自分たちの種を広げていくんですね。へ全部をね、名前を覚えようとすると大変ですし、はい。嫌になっちゃいますんで、こういったなんか特色がある名前だとか、それと一つ二つでも覚えておくと、はい。ただの緑から森の中にこう、知り合いが増えた感じで、あまた水引だなみたいな感じになあ。ると思うんですよ。面白い。そんな感じで水引そう。はい。ただ登るだけじゃなくて、こう周りを見ながら登れたらなと思います。はい。ありがとうございます。さあ、ここで大山1合目に到着しました。あ、本当だ。こんな感じで15まであります。はい。はい。まだまだですね。まあ始まったばっかりですけど、最初の区切りですからね。はい。で、この場でちょっと登ってみてもらって、こう周りの木の様子、なんか、気づかれたと思います。何色の木が多かったとか。白と茶色。ああ、そうですね。気がします。はいはいはい。特に白っぽい、まあ白と言いますか、グレーっぽい色。白っぽい色ですね。これがね、実はブナの木がたくさんあります。そうなんですね。はい。これブナですか。ブナが、でも全部がブナじゃなくて、ブナの特徴はグレーでまだら模様があるのがブナなんですが、だからもう一個大事な特徴があります。それは、これもブナなんですけども、この、わかります？ここもそうです。横の線。はいはい。この横の線があればブナの木確定です。あ、そうなんですね。ですからグレーでまだら模様で横線があるのがブナの木です。へこのブナの木っていうのがすごく保水力がある。ああ。根元にこう大量の水を蓄えるとはいはい。いうことで、今はね、緑のダムって言われてます。それぐらいいっぺん降った水を蓄えてくれて、ですからまず水害が起こりにくい。しかも蓄えた水は地面の中をゆっくり浸透していって、きれいで美味しく、ろ過されてね、きれいで美味しくなるんですよ。ミネラルが増えて。で、こんなのが川に流れていって、海に流れていくと、海産物がたくさん取れるなという、こう、海の恵みにもつながってる。つながってるんですね。そうなんですよ。この山と海とかすごくつながってて、さっきもちょっと海見ましたけども、それがすごくつながってるわけですよね。なるほど。すごいです。勉強になりますね。ですから、そういったのを大山さんのおかげという、さっきもありました、大山さんということで呼んで、大山さんのおかげという言葉がね、この地方ではあるんで、我々もこの大山さんのおかげを、大山にいらっしゃった方にこう、お裾分けのような感じで、今ご案内してますね。はい。大山さん、ありがとうございます。そんな感じです。行ってきます。息が切れる。でもこのすがすがしさはスマホじゃ伝わらない。さあ、6合目の日の小屋見えてきました。すげえ。めっちゃ開けてますね。ね。おお、こっちすごいっすね。こっちもすごい。すげえ、綺麗ですね。
さあ、9合目に到着しましたよ。あとちょっとですね。ね、あともう一つ。よし。ちょっと見てもらうと、はい。同じような木が広がってるの分かります？ちょっと濃い緑っぽいやつですか？そうです、そうです。これがね、大山キャラボクと言います。大山キャラボク。はい。なんか珍しい名前ですよね。そうです。しかも大山という名前がつく、はいある意味大山のオリジナルな感じの種類の木なんですけど、種類としてはね、イチイってご存知ですかね。イチイっていうね、結構ね、背が高くなる、4、5メートルぐらいもっと高くなる木があるんですけど、はいそれの仲間なんですが、はい。もちろんこの山頂あたりでそういう高い木になっちゃうと、風でこうね、倒されやすいんですよ。はいはい。ですから彼らはこう上ではなくて横に伸びることを選択して、ここで生き残っている植物です。たくさんの木が出てるように見えますけども、はい割と一本のところから広がっています。あ、そうなんですね。大山頂上。はい、9メートルです。あー、やっと着いたー。はい、山頂到着です。疲れお疲れた様でした。頑張りましたね。ちょっと曇っちゃったっすけど、そうですね。でもこれはこれでいいっすね。雲の中に本当にいるって感じですよね。はいこれはこれちょっと幻想的な雰囲気で。そうですね。普段見れない景色ですよね。うん達成感やばいっすね。そうですね。頑張ってよかった。大生さん、ありがとうございます。そして出発の時に持ってきていただいたあ石ってありますか？あります。ありますか？はいはい。なんか落としてないんですか？よし。あ、そうですそうです。はい。この石をここに置きます。置くんですか？はい。これは一番上で。いいですね。一目遺跡運動の中で遺跡運動といって、はい。この石を持ったがるという、ね、活動を今大山ではしてるんですね。というのも今こうやって緑広がってますが、はい。 40年ぐらい前はここも草が全然生えてなかったんですよ。あ、そうなんですか。けどもこの大山に登山というのはすごく人気で、いろんな大人の方も子供の方も登って山頂に昔はね自由に遊べたんです。僕が小学校の時もここに上がってまだ元気だったんで、ここでかけっことかしたりとかして遊んでると地面が硬くなって草が生えなくなってしまったんですよ。そうすると土が硬くなると水が染み込まなくて、雨とかが降ったらね土をどんどん削っていくんですよ。でどんどんこう切れ目が入ってきて山頂が崩れてしまったんですね。このままじゃ本当にもっともっと崩れちゃうということで、やっぱり緑を復活させようということで始まったのがこの一木一石運動で、石を持って上がること、集めることで、この石をですね、その我々のところにそこでどんどん深くなっていくんですね。はい。だからそこに石を詰めて土が流れないようにして、で土が溜まってくればそこの植物をそこに植えれるので、そういうふうに土が流れるの流出を防いだ上で草木を植えて、さらに言えばさっき歩いた木道、この木道ですよね。はい。こうすることで、自然のエリアと人が歩くエリアを分けることで自然と共生する山頂の環境を作ったんです。でこういうふうに山を登る人、つまり山で楽しむ人が、石を1個持って上がることで山を守る活動に参加する。ああ、なるほど。すごくある意味サステナブルといいますか、それでまた次世代の方も楽しめる山にするという活動を今でもしておりまして、今だいぶこう緑が戻ってきてもういいのかなと思うかもしれませんが、はい。実は向こう側まだ樹木がなくて、そういったものを植える時に使う置き石にしたりとかもしてますし、やっぱり何よりもね、こういった心を持って上がることがすごく環境を守るのに、なるほど。今でも大山についてる活動なんですね。そうなんですね。だから持ってきたんですね。そうです。ああと今大山の入山協力金という形で山を楽しむ方々に少しこう寄付をしてもらって、山の保全活動、例えばこの今日歩いた木道も毎年こう修繕活動してます。はいはい。
さい。さあ、大山登山終わりましたけども、いかがでしたでしょうか。お疲れ様でした。ありがとうございます。初めての登山で最初は緊張しましたけど、大自然に囲まれていい景色を見れてすごい楽しかったです。ありがとうありがとうございました。ありがとうございましたありがとうございました。で、大山は国立公園なんですけど、正式名称は大山沖国立公園といって、沖というのがついています。はい。で、この沖というのはまた大山とは全然違うまた自然とかがたくさん残ってまして、絶対楽しめるところたくさんありますんで、また違う自然。そうですね。ぜへーひ行ってみたらいいと思います。明日行ってみます。ははいい。ぜひ楽しんでください。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は大山唯一の宿坊、山楽荘に泊まることにした。お疲れ様でございました。今日はどうでしたか、山は。そうですね。初めての登山だったんですけど、はい。いろんな人の思いとかを感じながら登れて、すごい勉強になりましたし、緑も豊かで、ええ。すごい心が癒されまあ、した。本当ですか。はいよかったです、よかったです。はい。ありがとうございます。では、お料理を簡単にご案内しておきます。はい。大山寺の宿坊に伝わる伝統的な山菜を使う精進料理でございますね。この山で採れるいろんな山菜を使いますので、季節によって、秋はキノコになったり、春はフキノトウとか新芽を使ったり、いろいろ時期によって変わっていきますけどね。昔から続く伝統的な料理です。精進料理ですから、肉、魚、卵、乳製品なんかを使わない野菜だけでできたお料理になりますね。これって何なんですか？はい、こちらお刺身ですね。お刺身は山イカ刺しって言いまして、イカのお刺身に似せて作る精進ですね。似せて作られてるんですね。わらびくずを練り上げてイカのようにしていきます。あとは季節の天ぷらと、ご飯が大山おこわと言いまして、もち米と山菜を蒸したおこわでございますね。美味しそうです。昔から続く伝統的なこの、大山のおこわでございます。はい。どうぞ、ごゆっくりお召し上がりくださいませ。はい。いただきます。はい。次は沖ノ島へ。どんな出会いがあるのか楽しみが膨らんでいく。こんにちは。こんにちはこん。にちは。野部と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。沖は初めて。はい、初めてです。ありがとうございます。実は沖大山沖国立公園という国立公園に認定されてますけども、実はユネスコのですねユネスコ世界ジオパークっていうこう世界的な認定地にもなってるんですよ。はあと沖の歴史を知ることによって日本の歴史の始まりもわかるというい。そういう場所なので、ぜひ沖を満喫していただければと思います。はい。国立公園もジオパークも文化っていうのをこう結構重要にしてて、はいでそこでこう神社とかを紹介していくんですよ。うんじゃあ一緒にじゃあ参拝行きましょうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。でこちらが800杉、八尾杉。でっかいですね。これが樹齢が約2000年。 2000年。はい。人と自然が歩んできた時の流れが静かに伝わってくる。
ここの奥に南行の滝って言って、はいはい日本の滝百選、名水百選の滝があって、その滝が今度はご神体ということで、そこに神社ができるという、そういう場所です。そうなんですね。はい。お、すげえ。すげえ。思ったより高いですね。そうですね。水の音も森の空気もすごく心が落ち着く。おー、すげえ。すごいでしょ。ここってこう地球って丸いっていうのが分かるような感じでしょ。こうずーっとこう円形になってて、めちゃくちゃでかいですね。そうですね。で向こうに見えるのが道前。で今日こちら道後を回ってもらってで見てもらってましたけども、また道前は全く景色が違う、そういう場所ですから、ぜひ楽しみに。はい、明日行ってみます。はい、ありがとうございます。今日は暑い中どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですか、沖の第一印象どうでしたか？そうですね。昨日は大山に登ったんですけど、また今日行ったところは山とはなんか違う別の魅力を感じられてすごい楽しかったです。あとなんか普段の仕事の疲れだとか全て吹き飛ばしてくれて、もう全身癒される一日になりました。そうですか、ありがとうございます。はい、そうしたらじゃあ昼間は景色とか、滝とかを見ていただいてこう癒していただいたんですが、じゃあこの後は沖の食べ物料理でですね楽しんでいただければ。沖といえば岩牡蠣はい、ということで岩牡蠣もありますし、でさらにはじゃじゃじゃんといって沖牛これやばいですよね。はい、沖牛もありますので、海の幸山の幸沖牛ということで堪能していただけます。はい、ありがとうございます。美味しいご飯を食べながら旅の思い出が増えていく。困りますよね。次に僕が向かったのは沖の中で最も小さな島、知夫里島。ここではどんな出会いが待っているのか。こんにちは。こんにちは。こんにちは。知夫里島へようこそ。よよろしくお願いします。ろしくお願いします。海外の方ですか？そうですね。フランスから来ました。フランス。じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、これから名所行きますか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でこちら石駅になります。すげえ。そうここ越えてもいいんですけど、大丈夫なんですか？そうただ落とし物を気をつけましょう。わかりました。赤っ。
すごい。そうそう。であそこすごい平らな部分が、見れるかと思うんですけど、縄文時代よりも海が高かったんですよね。なので縄文時代は上の方でどんどん侵入してきてて、でここ削られていたっていうところがあったんですけど、今見える状態ですね。でここも保護が結構かかっていて、キャンプもお客様が来てキャンプができたらいいなって思ってしまうんですけど、ここテント張ったりすることも禁止されていますし、下の方も歩いて行けれる船で降りて歩けれるんですけど、その下で釣りしていくと、テント張ったり金具を打つっていうところが禁止されてるんですよね。しっかりじゃあ管理されて、そうですね、守られてるってことですね。守られてますね。人の努力があって、そうですね。この綺麗な形が保られてるってことですよね。僕は千振島を後にし、この旅の最後、西之島へと向かった。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。はじめまして。ネイチャーガイドの福田と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ようこそ西之島へ。はい。ということで、西之島はすごく小さな島ではありますけど、ダイナミックな景色がすごく売りになっていますので、はい、早速そこをご案内したいと思いますので、はい。はい、早速行ってみましょう。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ここですか？そうですね。ちょっとゲートありますけど、この奥が摩天崖になっておりますので。馬もいますね。そうですね。なんかミニサファリみたいな状態になってますけど。おお、すげえ。めちゃめちゃ90度です。そうです。ここが摩天崖です。ただ摩天崖という崖の上にいる状態です。ここら辺周辺はやっぱ特別保護地区なんで、あんまり人の手を入れられない場所になってるんですけど、やっぱ牛馬がこの草を食べてくれたりとかしてくれるおかげで、この綺麗な景観を保てるっていう、非常に協力的な牛馬たちが協力してます。はい。どこら辺まで行けるんですか？もう下まで。そうですね。下に国ヶ浜通天橋っていう名所があるので、そこまで歩いて行けるようになってますね。そうなんですね。はい。いよいよ到着しました。これが通天橋ですね。おお、すげえ。すごい。そのリアクションを待ってるっていう。すごい、もうなんか言葉が出なかったです最初。圧倒されて。自然の作り出した芸術ですので、はい、雄大さに圧倒されますよね。自
自然じゃないと作れないあれですね。いや、そうですね。はいしかもまさに1年2年とかじゃないんで、はいすごい長いスパンで多分作られてるっていうのがあるんで、もう何十年何百年何とか。百年何千年とか。いやかっこいいなぁ。自然の重みをこう感じるので、やっぱりここら辺はやっぱ自然を楽しんでもらいたいっていうこともあるので、まあ、地域のこう住民の方もここ遊歩道がつながってますけど、まあ、石とかを使って、まあ、ここの地域の住民の方がこう遊歩道を歩きやすくしたりとか、そういう努力も地域の人たちが。そうですね、ね。やってますね。そういう人たちの努力があるからそうですやっぱり保たれてるってことですよね。皆さんへの感動をいやー引き出すための当たり前じゃないんですね。じゃあ見られてるのも。ああ、そうですね。それでは大山隠岐国立公園をいろいろと巡られたと思いますけど、はい。どうでしたか？いやーもう行くとこ全部最高でしたね。なんかもう言葉じゃ表せられない感じがあります。なんかいろんな人にガイドしてもらって、はいなんかいろいろ説明してくれたり歴史を、あとは現地の人たちの努力だとか、でしっかり綺麗に自然が整って整備されてるんだなってはい、すごい話を聞いてて、もう全部すごかったなって、本当に来てよかったなって思いますね。やっぱ地域側の人間からしてもそういう言葉をいただけるとすごく嬉しいので、はい本当にありがとうございます。いや、ありがとうございました。国立公園だから味わえる自然やそれを受け継ぐ人々の思い、画面越しでは伝わらない本物がここにあったんだ。大山隠岐国立公園、ここが僕が本物に出会えた場所。